投資クエストファイアへの道へようこそ。今日のテーマは時間が資産を育てる法則。と言ってもいきなり聞くと少し難しく聞こえますよね。でも想像してみてください。朝の満員電車に押し込まれる人がいる一方で、同じ時間にカフェで新聞を広げ、ゆったりコーヒーを楽しんでいる人がいます。どちらも1日は24時間、同じ時間を過ごしているのに、どうしてこんなに生活に差があるのでしょうか？努力の量、職業の違い、もちろん要素はいろいろありますが、実は大きな鍵を握るのが時間の使い方なんです。時間を浪費するか投資するかで、未来の姿は大きく変わります。例えば、1日10分だけでも積み重ねる人と、なんとなく流してしまう人、5年後に並んだ時、その差はとんでもなく大きいものになります。この動画ではなぜ時間が資産を育てるのかを、身近な例えや小さな発見を交えながら解説します。難しい公式や専門用語は出てきません。普段の生活にそのまま役立つ視点ばかりですので、ぜひ最後まで一緒に旅していきましょう。次のパートでは、いきなりあなた自身に答えていただくクイズを用意しました。時間ってお金になるの？ならないの？あなたの直感、試してみてください。さあ、ここからはちょっとしたクイズです。皆さん、直感で答えてみてくださいね。1時間イコールお金に換算できると思いますか？パッと聞くともちろん、働いたら時給になるしと思うかもしれません。でも、ここでの問いは少し違います。働くかどうかに関係なく、ただ時間が流れるだけでお金になる仕組みがあるのかどうか、もしそんなのあるわけないよと感じたら、それは普通の反応です。けれど実は、この問いの答えこそが、投資の世界を理解する入り口なんです。例えば、1万円をタンスに入れて10年後、そこに増えた分は1円もありません。けれど同じ1万円をある場所に預けると、10年後には確実に形を変えて戻ってきます。その違いを生み出すのが時間の力。時間をどう扱うかで、お金は静かに働き、知らないうちに増えていくのです。これを理解することができれば、お金が働く仕組みへの第一歩を踏み出せます。次のパートでは、なぜすぐのご褒美より遅れて届くご褒美の方が大きな意味を持つのか、その秘密を解き明かしていきます。ここからは遅れて届くご褒美のお話です。投資の本質を一言で言うと、今すぐではなく、時間をかけて成果を受け取る仕組みなんです。例えば、仕事で頑張れば月末に給料が振り込まれますよね。これはすぐのご褒美。一方で投資の場合は、今日動かしたお金がすぐに増えるわけではありません。むしろ、最初の数ヶ月や数年は本当に意味あるのかなと疑いたくなるくらい変化が小さいのです。でもここがポイント。その小さな変化が遅れて大きな差となって帰ってきます。まるで木を植えた時と同じです。芽が出るまでは変化が見えにくいけれど、根が土の中でしっかり広がり、数年後には立派な木に育って果実をつける。これが遅れて届くご褒美です。我慢して待った人にしか手に入らない報酬であり、時間を味方につけた人だけが味わえる成果でもあります。この法則を理解すると、なぜ時間をかけることが大事なのかが腑に落ちます。逆にすぐのご褒美ばかりを追いかけてしまうと、将来の果実を自分から切り捨ててしまうことになるのです。次のパートでは、この遅れて届くご褒美がどれほど強力なのかを、雪だるまや果樹園の例えで一緒に体感していきましょう。ここで皆さんにイメージしてほしいのが雪だるまです。最初は手のひらサイズの小さな雪玉。これを転がしていくと少しずつ雪がくっつき、やがて自分の背丈を超える巨大な雪だるまになります。投資も全く同じ仕組みです。最初の元では小さくても、そこに利益が少しずつ積み重なると、次は元でプラス利益の合計がまた利益を生む。こうして利益が利益を生む状態が続くと、加速度的に資産が増えていくんです。果樹園を想像するともっとわかりやすいかもしれません。最初に植えた一本の苗木は数年経つと果実をつけます。その果実から種を取り、さらに苗木を増やすと数十年後には果樹園全体が収穫の場になります。雪だるま式に資産が膨らむ様子と同じですよね。ただし大事なのは転がし続けること。雪玉を止めてしまえば大きくならないし、苗木を放置すれば枯れてしまいます。
つまり投資でも続けることが何より重要なんです。では、この仕組みを数字で見るとどうなるでしょうか。1円がやがて1万円になる、そんなシミュレーションを次のパートで一緒に見ていきましょう。では、なぜ多くの人がこの雪だるまの仕組みに気づけないのでしょうか。理由の一つは人間の心理にあります。私たちはすぐに手に入るご褒美を好むようにできています。ケーキを目の前に出されて明日まで待ったら2倍にしますと言われても、多くの人は我慢できずに今日食べてしまう。これは脳の短期的な快楽を優先する性質のせいなんです。投資でも同じことが起きます。数ヶ月で増えないと意味がないと感じたり、株価が少し下がっただけで損してると焦ってしまったり、その結果途中でやめてしまい、せっかくの雪だるまを転がすチャンスを逃してしまうんです。さらに周囲の情報も誘惑を強めます。この投資は1ヶ月で2倍になりますなんて広告を見れば、地道に積み重ねるよりも派手な近道を選びたくなりますよね。でもそうした近道のほとんどは罠であり、長く見ればマイナスになることが多いんです。つまり時間を味方につける投資はシンプルで誰でもできるのに、人間の心理が邪魔をして見えにくくしているのです。次のパートではそんな心理の壁を乗り越えるための強力な武器、積み立てという未来の自動装置について解説します。ここで登場するのが積み立てという仕組みです。これはまさに未来の自動装置とも呼べる存在なんです。毎月決まった額を自動で投資に回すことで、自分が忘れていてもお金が勝手に働き続けます。例えば毎月1万円を積み立てると決めておけば、10年後には120万円運用益という形になります。しかも増えるのはお金だけではありません。投資を習慣化する自分も一緒に育っていくのです。さらに日本には積立 NISA という制度があります。これは国が用意したいわば税金面で応援してくれる投資の箱。普通なら利益には税金がかかりますが、積立 NISA の枠内なら非課税で運用できるんです。つまり時間が育てた果実をそのまま受け取れる、とても有利な仕組みなんですね。イメージで言うなら、普通の畑で育てるのと肥料付きの特別な畑で育てる違い。同じ作業をしても成果の量がまるで違ってきます。積み立ての最大の魅力はほったらかしでいいこと。忙しい日々の中でも一度設定すれば淡々と未来の資産が積み上がっていきます。次のパートではこの積み立ての力がどれほど安心感をもたらすのかを具体的な生活のイメージと一緒に見ていきましょう。積み立てのもう一つの強みは心の安心をくれることです。多くの人が投資で不安になる理由は価格の変動。チャートが上下するたびにドキドキして今やめた方がいいのかなと迷ってしまいます。でもここで視点を変えてみましょう。変動は敵ではなく海の波のようなものです。波は高くなったり低くなったりしますが、時間が経てば自然と落ち着いていく。積み立てはその波を長く乗り越えるサーフボードのような存在なんです。毎月同じ額を積み立てると、価格が高い時は少なく買い、価格が安い時は多く買える。これをドルコスト平均法と呼びますが、実はこの方法こそが波を味方にする知恵なんです。だから一時的な下落に出会っても安く多く買えたと前向きに捉えられるようになります。そして時間をかけて積み立てれば平均購入価格が安定し、リスクはどんどん小さくなるんです。リスクを恐れるのではなく、時間という仲間を連れて波に乗る。それが積み立て投資が与えてくれる安心感なんです。次のパートでは実際にこの仕組みを使って大きな成果を手にした人々の物語を覗いてみましょう。ここまでで積み立ての仕組みと安心感を見てきました。では実際にこの方法を生かして成功した人はどんな時間の使い方をしていたのでしょうか。例えばある人は毎月わずか5000円から積み立てを始めました。最初の数年は大きな変化が見えないなと感じていましたが、10年、20年と続けるうちに元手の何倍もの資産が育っていたんです。彼が特別だったのは大金を持っていたからではなく、時間を味方にしたという一点でした。別の人は20代から積み立てをスタート。生活の中で贅沢を減らす代わりに未来の自分へのプレゼントとして投資を続けました。30代後半には投資からの収益だけで家族旅行を年に数回楽しめるように、40代になる頃にはファイア、
つまり働かなくても生活できる基盤を作り上げていました。共通しているのは派手なことはしていない点です。短期で一気に増やそうとせず、淡々と静かに時間と積み立てを重ねた、その習慣こそが未来の景色を変えたのです。次のパートでは今日の学びをぎゅっと3行で整理して、皆さん自身の行動に落とし込んでいきましょう。ここで今日のお話を3行でまとめてみましょう。1つ目、遅れて届くご褒美こそが投資の本質。今すぐの利益ではなく、時間をかけて育つ成果を待つ姿勢が大切でした。2つ目、雪だるま効果。利益が利益を生み、加速度的に増える仕組みが時間とともに働いていくというイメージでしたね。3つ目、積み立ては未来の自動装置。毎月コツコツ続けることで、ほったらかしでも時間が資産を増やしてくれる仕組みでした。この3つを意識するだけで、お金の見え方がガラリと変わります。時間を投資するという視点は、今日から誰でも取り入れられる小さな習慣なんです。例えば、毎月の支出を少し見直して、ほんの数千円を積み立てに回すだけでも十分。それが未来の安心な生活や自由な時間につながります。次のパートでは、この学びをさらに深めるために、ちょっと心に響く豆知識、未来の自分への手紙という考え方をご紹介します。ここで少しだけ豆知識をお届けします。それは投資は未来の自分への手紙という考え方です。例えば日記を書いて数年後に読み返すと、当時の自分の気持ちや悩みが蘇りますよね。投資も同じで、今の自分が積み立てたお金は未来の自分に向けた応援メッセージなんです。将来安心して暮らせますように、もっと自由な時間を楽しめますように、そうした願いを込めて一円一円を未来に送り出すイメージです。だからこそ積立額が小さくても意味があります。それは未来の自分を大切に思う気持ちの証。数十年後に振り返った時、あの時送った手紙が今の生活を支えてくれているんだと気づける瞬間がきっと訪れます。投資は単なる数字の増減ではなく、未来の生き方を選ぶ行為でもあります。今の自分が選んだ道が未来の自分の毎日を作る、そのつながりを意識するだけで、投資の一歩がぐっと身近に感じられるはずです。次のラストでは皆さんの思いや考えをシェアしていただく時間にしましょう。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。今日のお話を聞いて皆さんは時間をどう投資するかについてどんな気持ちを持ちましたか？毎月の積み立てを始めてみようかな。あるいはまずは支出を見直すところからと思った方もいるでしょう。人によって答えは違っていて大丈夫です。大切なのは未来の自分を意識する一歩を踏み出すことなんです。もし私はこんな工夫をしているよや、これからこうしてみたいというアイデアがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。あなたの一言が他の誰かの背中を押す力になります。このチャンネルでは今日のように投資やお金の考え方を分かりやすく解説していきます。難しい言葉はなるべく使わずに日常にそのまま役立つ知識をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。次にこの動画を見返した時、あなたが未来に向けてどんな行動を始めているか、それを楽しみにしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。